世界チャンネルのコウタです。タイです。今回は社会不適合者よ日本を出ようという過激なお話をしてみたいと思います。すごいタイトルですね。すごいタイトルですね。はい、それでは行きましょう。Let's get started。世界樹チャンネルというわけで、今日はですね、我々がこのいろんな海外在住者にお会いしてきましたと、もう累計数百人の方々に、もしかしたら1000名以上の方にお会いしてきたかもしれません。その中でうまくいってる人とか海外に馴染んでる人というのの特徴があったと。あるね、確かに。それは社会不適合者であると間違いないいうふうに思ってまして、あなたもね、もしかしたらちょっと日本って生きづらいなとかルールが多いなとか、常識にとらわれててその常識なんやねんっていうふうに思ってる方もいらっしゃるかもしれません。生きづらい人がね、まさにね、我々自身が社会不適合者ということで、あなたが海外移住に向いているか、つまり社会不適合者なのかということをチェックリストにしましたので、ぜひそのチェックリストをね、チェックしていただいて3つ以上当てはまったらもう海外出た方がいいということなんで、それをお話ししていきたいというふうに思います。日本社会不適合者ってこと、ね、日本社会不適合者ですね。チャンネル登録お願いします。日本社会不適合者チェックリスト1つ目は、それは集団行動が嫌いということです。苦手というかね。日本は集団行動多いもんね。学生時代からずっと。そうだから、例えば私で言ったら大嫌いだったのが、学校で朝礼とかね。辛いよな。全体集会が大嫌いでしたね。嫌いやな。なんか先生が前に立っていて、もうピシッと列をしなきゃいけなくて前習えとかして、もうすごく苦痛な思いをしていましたということで、早く終わんねえかなというふうに思ってましたよね。あと学校終わった後の掃除、掃除とかな。実は海外の研究では、これが日本の清潔度の基礎になってるんじゃないかっていう研究があったりするんですね。で、いいことなんですが、当時はとにかく面倒くさかった、確かに。ということでね、この学校の時の規律がなかなか苦手だったよっていう方はぜひチェックを入れていただきたいというふうに思います。はい。それでは日本社会不適合者チェックリスト2つ目は、それは学校の友達は好きだけど学校が嫌いという方。私は真面目じゃなかったんで学校がなるべく行きたくないと、その後の放課後は好きだったんですけど学校は行きたくないということで、何をしてたかというと、体温計こすってですね、マジで38度とかにして、そうちょっとこれは苦しんでみたいな感じで、多分あれ親にバレてたと思うんだよね。しょっちゅうこいつ熱出してるなって。おでこ当てたら分かるじゃん、そんなの。分かる分かる。でこれがね難しくて、38度にするぐらいがちょうどいいんだけど、39度とかでやっちゃうと絶対分かっちゃうじゃん。分かっちゃうんで、でもなっちゃうんですよ。なるほど。それは難しいかったんですけど、そんなことをして学校をサボっていたという経緯があって、もうあの時の見る学校休んだ時の笑っていいとも、これの優越感そうなんや。罪悪感はないの。罪悪感ないです。ちょっといや楽しいなみたいな。罪悪感が欠如してますね。というわけで、こういった方には特に向いてるよということですね。じゃあ日本不適合者チェックリスト3つ目は、通信簿に落ち着きがないとか、協調性がないとか、そういうふうに書かれた人はもう移住の才能ありです。確かに点々とね。そう向いてるよね。これはまさにタイムさんも書かれたんです。私小学校の時なんかもう6年間全部落ち着きがないって書かれてた。全部やったよ。すごくない？なんかよくあるストーリーでね、すごく僕が大爆笑した話は、もう学校で普通に授業を受けていて、1階だったのあれは。1階で、しかも廊下側の席やって。それで先生の授業なんか何言ってるか分からへんから、つまんないなと思い。いつも分かんないっていう。つまんないなと思いながら足ブラブラさせながら廊下を眺めてて、そしたら廊下に野良犬がこう入ってきてね、でもうその授業中やのにいきなり「犬や!」って叫んで教室飛び出て犬を追いかけててそしたら他の子たちも一緒に「みたいな感じでわらわらって小1の時にわらわらわらってなって授業を崩壊させるっていうことをしました。まさに今に言うとね、結構なんか問題児みたいな感じで。多分ADHD とかさ、ああいう診断があの時にあったら言われてたんちゃうかなって思うぐらい注意力散漫っていう感じ。集中力がなくてね、授業を聞けないっていう。今でも変わってませんからね。
それでもちゃんと会社経営ができるということでそう、はい、でも会社経営者 ADHD 気味の人多いよな。これはね楽天の三木谷さんなんか自分でも言ってましたけどそんなような形で集中力がもう本当に興味のあるところにしかいかないっていうでやりだしたら止まらないみたいなねところがあったりしてそれも結構成功の秘訣かなというふうに思ったりします。日本社会不適合者チェックリスト4つ目は会社の飲み会が辛かったと辛いよないう方です。何でも面白くなくない？そうあれつまんなかった上になおかつ、僕らの時代はタイミングさん違ったかもしれないけど僕らの時代は、自腹っていうケースもあったんですよね。なんか送別会とかプライベートの時間をさ割かれて、かつ、そうよそんなさなんか飲み会の場でさお金まで払わなあかんかったらさもう何なんか分からんよな。そうだからよくね昔圧力を起こしてまして、その飲み会を断って帰りますと断ることもあってそういう時にちょっとこの圧力を生むというね。そうやそうやろ。なんかみたいなありえないんだけどぐらいな感じでありましたけど、時代的にも、今はね今は全然大丈夫ですけど、当時はそういうふうに自腹で参加しなきゃいけないみたいな時期がありましたよっていう話ですね。今の Z 世代みたいな。いや完全そうですよ。感じよね。もう風の時代ありがたくて僕はもう若者の味方です。はい、私は真面目に言ってたからね。働き方改革だとかリモートワーク推進だとかも大賛成という形になりますので、ぜひそういった方は飲み会が嫌いだった方、苦手だった方というのは向いてるぞというふうに思います。では、日本社会不適合者チェックリスト5つ目。これは常識だろうって言われた時にはって思う人は常識ってなんやねんとか、誰が決めたんねんみたいな、こういうふうに思う人急にそうこういうふうに思う人は社会不適合者です。確かにな。やっぱり日本人というのは世間の目とか、これは迷惑がかかるとか、常識だろうとかいう言葉があって、その常識っていうのは外国から来ると全くわからないことだったりしますよね。そういうところで、そのまま受け入れられる人はいいんですけど、こちらはねはみたいな、それ何常識って何でそういうことを破っていると逆に成果が出るケースってあるんですよね。まさにリモートワークというのがその一端だったりとか、例えば海外移住、特にタイミさんなんかが沖縄の名護のもう田舎に住んだことによって、セルフリモートワークを始めてね、政府の前にそうだね、コロナ前だったからね。コロナ前に始めて、それがゆえにコロナになってみんながネット対応してきた時にすごい需要がね、集まったということでね、本当にそれはありがたいなと。つまりルールを破ったり常識を破ったり、今まで例えば法人向けで直接会わないとお客さんなんか獲得できないよっていう風な常識があったと。けれどもそういった田舎に引っ込んだことによって、常識外れのしたことによって、素晴らしいクライアントがネットだけで獲得できるようになってきたということがありますので、この常識にとらわれない人ということが社会不適合者であり、海外に向いてるかなというふうに思います。日本はさすごくさ素晴らしい国でさ、その常識がゆえにさなんかいい平和が保たれてるとも言えるけど、なんかそこまでやらなくてもいいんちゃうっていう部分もあるから、めっちゃ秩序がちゃんとしていて、電車はねやっぱり3分ごととかにちゃんと来るし、だって新幹線になって10分に1本とかでね、もう奇跡のようなものも外国だったら遅れるのが当たり前っていうね。で遅れても謝らないからね別に。バリ住んでる時もそうですけど交通ルール守らないのが当たり前っていう行けるなら行くし、なんか歩道も走るし、先に入った方が優先だよみたいないう感じでもうルールを破りまくるんですが、ルールを守ることにちょっと生きづらさを感じてる人というのは海外の方が向いてるよということで、海外在住者って日本人、大体いろんな推計ありますけど100万人ぐらいいるんで、なんとか生きていく術っていうのがあるんですよね。そんな心配する必要なくてぜひチャレンジしていただきたい。そうだね。でこの社会不適合者っていう形で、ネガティブな感じで捉えられるかもしれませんが、私は全然そんな風に捉えていなくて、私たちの起業家の知り合いたくさんいますけど、大体8割9割社会不適合者ですよ。ほんまにそうやんな。会社に勤めれなかった人たちが起業してるって感じやもんな。ある人は時間を守れないし、ある人はなんかコミュニケーションが苦手だったりとか、もう引きこもってないと逆に仕事ができないとかいう方も本当にいて、でもそれでも成り立っているっていうね。
方もたくさんいます。むしろね、世界の人にたくさん稼いでるよっていう方たくさんいるので、社会不適合者は本当に素晴らしいなというふうに私は思ってます。なぜならば社会不適合者っていうのは何かというと、裏を返せば自分の頭で考えられる人っていうことなんですよね。常識を疑ったりとか、これ本当にこのやり方がベストなのっていうふうに疑ったりとか、もしかしたらこっちでやってみたらすごいショートカットできるんじゃないかっていうふうに思う人だったりとか、あとは自分の責任で行動できる人。確かに。で当然ながらある常識を破るわけですから、何か跳ね返ってくるマイナスなことが跳ね返ってくる場合もあると、でも自分で責任を取るよという人たちだけが、次のステージへ行ける、次のステップに行ける行動を起こせるということになりますので、それで自分で責任を取れる人というのがまさにこの常識にとらわれない社会不適合者というふうに感じてまして、私は称賛をしております。ちなみに何個ぐらい当てはまったら、社会不適合者認定ですか？本当は一つでもと言いたいんですけど、3つ当てはまったらもう今すぐ海外移住を考えるべきと。そうだよね。みんな何個当てはまったかコメント欄で教えてください。そうね、教えてください。特にこの何番ですみたいな。でこれ我々の仲間は結構これ当てはまっている3個4個、そういう方がいらっしゃると思うので、そういった方は本当にできるだけ早く、なぜならばやっぱりね、我々もちょっと後悔してるんですよ。そうやな、もっと早く出ればよかったと、こんなに言ったら素晴らしいんだと、こんなに自由を感じるんだと。我々日本に住んでた時あったじゃないですか、で特に結婚してからはずっと幸せじゃないですか。そうやな、ずっと幸せなんですけど10周年になりましたんで。10周年じゃない、10年目突入になりましたんで、なりましたんでね。でずっと幸せなんですよ、けどその幸せのレベルがどんどん上がっていく。で東京住んでた時、4年半ぐらい住んだけども幸せでしたよ。幸せだったね、素晴らしい東京の時間でしたと、楽しかった。で名護に来たら沖縄の名護ですよ、田舎ですよ。幸せすぎたね。こんな素晴らしいのと、僕ら今までね、田舎って言ったらなんかすごい不便で、人もあんまり良くなくて、なんか沖縄だからいろんなしがらみとかあってって全然実はなくて、本当にいい人ばっかりで、で逆に幸せ度が増したと。でそしたらもう沖縄から出たくないって気持ちになったんだけど、じゃあ海外出てみようかと、もともとのね、夢というか目標だったの出てみようかと思ったら、こんな素晴らしいのと、快適やん。バリ島に住むということがこんなに素晴らしいの。ベトナムなんか全然もう眼中になかった、選択肢になかったけれども、住んでみたらこんないいのっていうふうに思ったりとか、本当にエネルギー感じるしさ、エネルギーとこの癒しの雰囲気だったりとか、人の優しさだったりとかで、この特に海外に行って好きなのが人に干渉しないっていうところが確かにすごい私は好きだな。そうやな、あんまり人の目気にしてる人もいないし、みんなもね気にしてないし、こっちのことも気にしてないしっていう。こちらも迷惑かけることがありますけども、相手も根っからかけられることもありますけども、お互い許容しようじゃないかっていう感じで、全然 OK っていう感じだよね。誰も気にしてないよな、自分らのことなんか。だからなんていうの、だからこそいいよね。とはいえ全然優しさがないとかでは全くなくて、めちゃくちゃみんな優しくて、コミュニケーション力が凄まじいよ。すぐ話しかけてくれるし、東京行ったことあるぞとか、なんかね、日本だったらこれが好きとか、アニメがこうだとかってね、お話してくれたりとか、本当に素晴らしい方ばっかりなんで、そんな形で相手のことをちゃんと尊重するということができるので、すごく楽しいなというふうに思います。本当そうだよね。もうすごいよね。みんないい人だね。というわけで本日は社会不適合者こそ海外に出ようということでお送りをいたしました。間違いない。あなたはこのチェックポイントいくつ当てはまったでしょうか。ぜひね、当てはまった、もう一つでも当てはまったら出ていいと思うんですけども、なるべく早く出ていただきたいなというふうに、そして一緒にね、海外のどこかでお会いできたらなというふうに思っております。海外移住プラス企業も向いてるよね。企業も向いてる、めちゃくちゃ向いてる。常識を破るところから始まりますからね。ぜひチャレンジしてみてほしいなと思います。それではまた世界中でお会いしましょう。See you around the world! バイバイ。動画をご視聴いただきありがとうございました。高評価、コメント、チャンネル登録をお願いいたします。では次の動画でお会いしましょう。See you around the world!